彼女が最もどん底にいたとき、私は別れを告げた。数年後、彼女は成功と名声を手にし、あらゆる手段を使って私と結婚した。誰もが言う。私は彼女の唯一の本命で、彼女が最も大切にしている夫だと。しかし現実は、彼女が毎晩のように違う男を家に連れ込み、私の心を粉々にし、笑い物にしていた。私は一切反撃せず、泣きも怒りもせず、ただ書斎に移り、静かに彼女の邪魔にならないようにしていた。彼女はそれが気に入らなかった。ある夜、逆上した彼女は乱暴に私にキスし、囁いた。悔しくないの？彼女が知らなかったのは、私が病気だったことだ。彼女が毎日私を傷つけようとしている間、私は静かに、あとどれだけ生きられるか数えていた。結婚して3年目のこと、妻のクレアは若くハンサムな大学生を囲い始めた。彼の名はライアン。背が高く、見目よく、まさにクレア好みのタイプだった。彼女は彼を半年以上もそばに置いたこれまでどんな相手よりも長く。友人たちは気をつけるよう警告した。クレアは本気で彼に夢中になっているようだ、と。初めて彼に会ったのは私の誕生日だった。その朝、私は止まらない鼻血で目を覚ました。病院で医師は、おそらく来年の春を超えることはできないだろうと言った。私は冷静にうなずき、それで結構ですと言った。死ぬことは恐れていなかった。ただ、苦しみたくはなかった。痛みを和らげる高価な薬があったが、私はそれを買う十分なお金を持っていなかった。だから、クレアのオフィスに助けを求めに行った。そこで私はライアンに出会った。彼は卒業したばかりで、クレアのアシスタントとして働いていた。クレアは会議中で、私はロビーで待つことにした。ライアンは何度も私をチラ見し、同僚に体を寄せて囁いた。あれがご主人？ひどいありさまだね。痩せこけて病人みたいで、まるで死にそうだ。彼は笑いながら付け加えた。みんな僕が彼に似てるって言うけど、僕にはそうは思えない。僕の方がずっといいルックスだよ。私は光沢のあるガラスの壁に映った自分の姿を見た。乱れた髪、ブカブカのコートが余計に虚弱に見せていた。彼の言う通りだった。見栄えのする男ではなかった。ただ死を待つ男だった。ある同僚が彼を肘でつつき、小声で言った。彼を甘く見ない方がいい。身なりを整えたら、君は比べ物にならないよ。それに忘れるな、クレアは彼を愛している。彼を怒らせたら、クレアに潰されるよ。ライアンは納得しなかった。彼は白い目を向け、薄笑いを浮かべた。彼は私にお茶を持ってきて、あざけるように尋ねた。ベーカーさん、どうしてクレアはそんなに長く待たせるんですか？変ですよね。私が立ち寄るときは、どんなに忙しくても、彼女は必ず時間を作ってくれます。私は彼女の優先順位だって言うんです。彼は得意げに笑い、その一瞬、私は彼の中に昔の自分の面影を少し見た。考えてみた。確かにクレアはライアンを特別に扱っていた。彼女は数えきれないほどの愛人を持ち、私を刺激するための駒として使ってきた。毎晩、新しい男を家に連れ込み、私の限界を試した。だが、彼女は決して彼らを長くは留め置かなかった。一両日、長くても1週間。すぐに飽きてしまった。しかしライアンは違った。彼女は彼を甘やかした。食事に連れ出し、買い物をし、映画を見た。彼らは普通の幸せなカップルのように振る舞った。彼女は彼にお金を与え、そして愛情も注いだ。私は彼を見て優しく微笑んだ。彼女にとってそんなに大事なら、なぜ内縁の愛人で済ませているんだい？彼女を説得して、
私と離婚して君と結婚させればいい。ライアンの表情は一瞬で曇った。彼は私を睨みつけ、怒りに震える声を上げた。役立たずはそっちだろ。お前はただのひも男だろうが。お前は先に彼女を手に入れただけだ。でも今は？お前は年を取り、醜くなった。彼女に何を提供できるって言うんだ？彼の同僚が慌てて駆け寄り、私が怒るのを心配して明らかに彼を引き離した。だが、私は怒らなかった。ずっと前に自分に誓っていた。クレアのことで怒らない、と。彼女のことで悲しまない、と。そして彼女の愛人たちと競い合うような真似は絶対にしない、と。彼女にはそんな価値はなかった。3. ライアンは同僚に引き戻されたが、バランスを崩して地面に転び、手に持っていた湯飲みを割ってしまった。深い傷から血が流れ出し、床に広がった。会議室のガラス越しに、クレアはその様子を見ていた。みんなの視線を浴びて、彼女は書類を放り出し、ドアを押し開けて慌ててライアンのもとへ駆け寄った。彼の手をつかみ、明らかな心痛とともに傷を調べながら眉を潜めた。誰がやったの？彼女の声は冷たかった。ライアンを助けようとした同僚は恐れて後ずさりし、顔色を失った。私は乾いた笑いを漏らした。私さ。正直言って、彼は当然の報いだよ。ライアンは歯を食いしばり、私を睨みつけて叫んだ。ああ、当然の報いだ。俺は惚れるべきじゃない人に惚れた。俺はひも男だ、おもちゃだって呼ばれてる。でも彼は、反抗と激情の混じった眼差しで彼女を見つめながら言った。君が俺を愛してくれる限り、永遠に側にいるよ。誰にも俺を君から引き離すことはできない。言葉自体は馬鹿げていたが、その言い方あまりにも強く、あまりにも誠実でが彼をほとんど勇敢に見せた。クレアは思わず笑った。彼女は手を伸ばして彼の髪を乱し、優しく言った。怒らないで。心配させないでよ。彼女は彼を特別扱いしていた。それは明らかだった。私は目を伏せ、もはやその光景に興味はなかった。代わりにクレアに冷静に言った。今年の誕生日、5万ドル欲しい。皮肉な話だった。私たちは結婚しているのに、お互いの電話番号さえ知らない。私が彼女に連絡するのは、お金が必要な時だけだった。結婚前、私たちは約束を交わしていた。彼女は私を欲し、私は彼女のお金を欲した。クレアは、私が拝金主義なことを常に嫌っていた。だが以前はいくら私が要求しても、彼女はためらうことなく与えてくれた。今回は彼女は冷たい笑みを浮かべて私を見つめ、ゆっくりと言った。お金はやってもいいわ。でも、アイザック、まずはあなたの誇り高い頭を下げて、ライアンに謝りなさい。クレアは5万ドルを払って、私の尊厳を買い戻し、それを謝罪という形でライアンに与えようとしていた。彼女が、別の男のために金で私を恥ずかしめようとしたのは初めてのことだった。私は拳を握りしめ、苦笑いをこらえ、身体を突き上げる突然の痛みの波を押しとどめた。私は振り返らずにその場を去った。もう、そのお金は必要なかった。初めて、私はクレアのことが気になった。もしもいつか、この金が私の命を延ばせたと彼女が知ったらもしも私が死ぬ前にどれほどの苦しみを味わったかを知ったら、彼女はどんな顔をするだろうか？ 4. 私は一人で家に帰り、痛みにうずくまってベッドに横たわり、冷や汗にまみれた。睡眠薬を飲んだ後、自分に言い聞かせた。眠りにつければもう痛くない、と。うとうとしているうちに、私は20歳の頃の夢を見た。
あの頃のクレアは無一文だったが、私を深く愛していた。あの年の誕生日、私はカフェの前を通りかかり、窓際に座るカップルを目にした。男の子は白いケーキを持っていた。それは繊細で、美味しそうで、高価そうに見えた。その日、雪が激しく降っていたことを今でも覚えている。私は雪の塊をすくい上げ、クレアの方を見てにやりと言った。クレア、これってケーキみたいじゃない？彼女は唇を噛みしめ、私を腕の中に引き寄せ、ぎゅっと抱きしめた。彼女の目に涙が浮かぶのを私に見せまいとした。3日後、彼女は私の寮の前にケーキを持って現れた。彼女の指にできた凍傷を見たとき、私の目は怒りで赤くなった。歯を食いしばりながら私は彼女に言った。クレア、君の手は読み書きをするためのものだ。俺を喜ばせるために台無しにするようなものじゃない。私は、そんな高価なケーキは私にはもったいないと言った。彼女は眉を潜め、すぐさま言い返した。アイザック、あなたは世界で一番素晴らしい人よ。あなたはこの世のすべての良いものに値するの。その日、私は涙を流しながらケーキを完食した。もうどんな味だったかさえ覚えていない。ただ、あれ以来、あのケーキほど美味しいケーキを食べたことがないということだけはわかっている。私は長い間眠った。半分意識がある中で電話の音が聞こえた。受話器を取るとクレアの声が聞こえてきた。アイザックと彼女は言った。私はかすかに微笑み、柔らかい声で返した。クレア、雪が降ってる。ケーキが欲しい。彼女が返事をする前に、私は寝返りを打ち、再び深い眠りに落ちた。5. 真夜中まで眠り、空腹で目を覚ました。キッチンに何か食べ物を探しに行くと、クレアが戻ってきていることに気づいた。彼女はライアンに大きな家を買っていた。二人はそこで一緒に暮らしていた。彼は彼女のために料理を作り、笑わせ、彼女の帰りを待つ。クレアは幸せそうだった。彼女がここに戻ってくるのは久しぶりだった。彼女はだらりとフロアから天井までの窓にも垂れかかり、目を私に据えていた。私はうつむいて彼女のそばを通り過ぎようとしたが、彼女が私の腕を掴んだ。眉を潜めながら彼女は優しく言った。どうしてそんなに痩せちゃったの？その口調は優しく、まるでまだ私を気にかけているかのようだった。一瞬、私は固まり、それから腕をぐいと引っ張り返し、きつく言い放った。クレア、今度は何だ？彼女は何も掴んでいない手を見下ろし、ゆっくりと顔を曇らせた。私がダイニングテーブルにつき、ろうそくで飾られたケーキを見るまで、あの電話が夢ではなかったことに気づかなかった。私はケーキが欲しいと言い、クレアはそれを買ってきていた。これは何だ？和解の申し出か？だが私は死にかけていた。ケーキも彼女ももう必要なかった。ケーキをつかむと、私はそれをまっすぐゴミ箱に放り投げた。クレアは眉を潜め、それから私を壁に押し付け、鋭い声で言った。アイザック、私をからかっているの？私は動じずに微笑んだ。ああ、クレア、からかってるよ。それがどうした？ケーキが欲しいって言ったら、あなたは買いに行った。おい、昔と変わらず情けないやつだな。私はわざとナイフをねじ込み、彼女の表情がますます冷たくなるのを見つめた。彼女の顔は完全に曇り、私の襟を掴んで寝室に引きずり込んだ。彼女は私をベッドに押し倒し、その動きは荒々しく抑制されていなかった。クレアは激怒していた。彼女の唇が私の唇に激しくぶつかり、口角が切れるほどだった。私は彼女を押しのけ、冷たい声で言った。触るな、クレア。君はうんざりだ。
だが彼女は再び襲いかかり、私の首に噛みついた。鋭い痛みに私は息を飲んだ。彼女の声は低く、私の耳元で荒踊りじしかった。アイザック、一度くらい私に折れることがあっても死にはしないだろう？あなたが私のところに来るのを私はどれだけ待ったかわかる？何年もあなたがただ私に話しかけてくれるのを待ち続けたんだ。あなたがケーキが欲しいって言ったとき、私はどれだけ嬉しかったかわかる？それであなたは振り向きざまに私を笑い物にするの？彼女は身を引いた。目は赤く、涙でいっぱいで、答えを待っているかのように私を見つめていた。私の目も痛んだ。私は彼女を睨み返した。部屋は薄暗く、息苦しく、二人とも何も言わなかった。クレアが身を乗り出し、彼女の唇が私の唇からほんの数センチのところに近づいたとき、彼女の電話が突然鳴った。それはライアンからの着信だった。彼女は一瞬止まり、それから出た。ライアンの声が聞こえた。泣き声で震えていた。クレア、あなたは本当にあいつのために俺を捨てるの？あなたは俺を愛してる。そうだろ？今バーにいるんだ。たくさん飲んだ。ある女が話しかけてきて。あの女が嫌だ。頼む、迎えに来てくれ。家に連れて帰ってくれ、クレア。お願い。クレアは最初何も言わなかった。彼女はただ私を見つめ、口元に冷ややかであざけるような笑みを浮かべた。それから彼女は口を開き、声は柔らかかったが命令調だった。アイザック、頼んでみて。私にここにいてくれと頼んでみて。そうすれば、私は行かない。彼女は忘れていたのだろう。ずっと昔、私はもうすでに頼んでいたことを。私はプライドを飲み込み尋ねた。クレア、私たちただ穏やかに話し合えないかな？争うのをやめられないかな？私たち、ただ幸せに一緒にいられないのかい？もう少し私に優しくしてくれない？あの時、彼女が私を見つめた冷たい目を覚えている。そして彼女は笑いながら言った。アイザック、あなたにはふさわしくないわ。その言葉はそれ以来、私の心の奥深くに刺さったままだった。そして今、ついに私は彼女にそれを言い返すことができた。彼女の襟をつかみ、彼女をまっすぐ見つめて、ゆっくりとはっきりと言った。クレア、あなたにはふさわしくない。彼女は一瞬凍りつき、それから苦い笑いを漏らした。電話を耳元に掲げ、ライアンに言った。今から迎えに行く。私をもう一別することもなく、彼女は立ち上がり、ドアをバタンと閉め、出て行った。6. 翌日、クレアが女とライアンのことで取っ組み合いの喧嘩をした写真が、私たちの社交界で野火のように広まった。彼女の不貞がこれほど公の醜聞となったのは初めてだった。記者たちは家の外で待っていた。私が出て行くと、彼らは群がり、矢継ぎ早に質問を浴びせてきた。クレアの会社はここ数年で急成長し、彼女はウェストブリッジの新進気鋭の名前だった。金持ちなだけでなく、驚くほど美しく、頻繁にネットで話題になっていた。若い記者が一人、尋ねた。ブルックスさん、クレアとライアンの間で起きたことについて何かコメントは？私は歩みをやめなかった。振り返らずに答えた。一人は不貞妻、もう一人はそのことを知りながら関わる男。何を言えと言うんだ？記者は私についてきて、しつこく食い下がった。でも、聞くところによると、クレアがどん底にいたとき、あなたはお金のために彼女を捨てた。それから彼女が成功したとき、罪悪感を利用して結婚させた。今、彼女は明らかによりふさわしい相手であるライアンと真実の愛を見つけた。それなのに、
あなたは彼女の夫という肩書きにしがみついて、彼を家庭を壊す男呼ばわりしている。本当の問題はあなた自身にあると思いませんか？私は立ち止まり、振り返って冷たい笑みを向けた。彼の首から下がっているバッジをつかみ、彼の名前を読み、ひっくり返した。裏にはヒルサイド大学の学生証があった。冷静に私は尋ねた。ライアンの友達だろ？この界隈の誰もが知っている。クレアが私と結婚するために何でもしたんだ。私が結婚したかったと思ってるのか？それとも君は彼の代わりに来て、私に泥を塗って、君の相棒が私の代わりにうまくやれるようにしようってわけか？記者の顔は青ざめた。彼はバッジをひったくり、言葉に詰まりながら言った。俺はライアンの友達だが、ジャーナリストだ。俺が言うことはすべて公平で客観的だ。もし本当に結婚したくなかったなら、彼は落ち着きを取り戻しながら続けた。今、彼女が他の人に夢中なのに、どうして離婚しないんだ？私は薄笑いを浮かべ、答えようとしたが、その時、鼻からおなじみの温かいものが流れ出すのを感じた。血だった。誰かが嘲笑った。ブルックスさん、気にしない、結婚を強いられただけだって言い続けてるけど、見てみろよ鼻血が出るほどストレスで参ってるじゃないか。私は指で唇の血を拭い、平静に言った。ストレスじゃない。病気なんだ。実際、死にかけている。最近は鼻血もよく出る。人々は沈黙した。嘲笑の笑みは消えた。若い記者だけが話し続けた。あらら、やめてよ。演技はもういいよ。鼻血が出ただけで死にかけって？同情を引こうとしてるだけだろう。お前みたいな男は我慢ならねえいつも被害者ぶって、あらゆる汚い手を使う。俺たち全員の顔に泥を塗る。そう言うと、彼は振り返って去っていった。彼の後ろ姿の何かがライアンを思い起こさせた。二人とも私に同じ嫌な味を残した。7. 私が記者に取り囲まれている映像は、すぐに話題のニュースとなった。クレアはその日の午後、公開の場で応答した。私は決して夫と離婚しません。これ以上彼を困らせるのはやめてください。同じ日の午後、ライアンの記者の友人は解雇された。しかしネット上では、私への反発はさらに強まった。この男、最低だ。結婚したくなかったんなら、なぜ結婚した？銃を突きつけられたわけじゃないだろうに。そして初恋だって？冗談じゃない。ただのゴールドディガーだろ。クレアはあんなに彼をかばう羨ましいよ。あの時お金で彼女を捨てておいて、今も同じ理由で居座ってる。結婚したくなかったなんてのは、ただ被害者ぶってるだけだ。ああ、高尚なふりをしながら、すべての利益を貪ってる。偽善者だ。憎悪の中で、一つのコメントが目立っていた。お前ら、黙れよ。真実を知らないなら、喋るな。人々はすぐにそのアカウントに押し寄せ、真実を求め出した。真実は陳腐なものだった。あの年、私の母は不治の病と診断された。医師は、それは遺伝性のものだと言った。私自身も、いずれ同じ運命をたどるのは避けられず、もし子供ができれば、それも遺伝する可能性が高い、と。母が倒れた日、彼女の鼻からは大量の血が流れ、床は真っ赤に染まった。彼女は多量の出血で3日間昏睡状態に陥った。目を覚ましたとき、彼女が最初に口にしたのは、アイザック、あなたはクレアと別れる必要があるわだった。私は彼女を見つめ、呆然として囁いた。母さん、彼女はそんなこと気にしないよ。彼女を説得しているのか、自分自身を説得しているのかわからなかった。母は優しく私の手を取り、うなずきながら言った。
ええ、わかってる。彼女はいい子だもの。彼女は一瞬間を置き、それからかすかに微笑んだ。あなたたち二人、高校の時から付き合ってたわね。毎朝、彼女は自転車を持って角であなたを待ってた。私が気づいてないと思ってたの？一度覚えてるわ。彼女があなたに朝食にサンドイッチを買ってあげたの。彼女の所持金全部だったわ。あなたは本当に鈍くて欲張りだった。彼女はもう食べたって嘘ついた。あなたはそれを信じて、彼女が空腹なのに嬉しそうにそのサンドイッチを平らげてた。彼女、あの頃はあまり持ってなかった。両親は離婚して、彼女はほとんど孤児同然だった。あの12ドルは彼女の1日分の予算全部だったかもしれないのに、ためらわずあなたのために使ったのよ。私は思ったものよ。私の息子はそんなに素敵な人を見つけられて幸せだって。彼女は賢く、優しく、あらゆる面で素晴らしい子だ。でも彼女がそんなに素敵だからこそ、あなたに人生を無駄にさせてはいけないの。同じ年、クレアの祖母が病気で入院した。彼女たちは非常に仲が良く、祖母が彼女を育てた。クレアはすでに医療費を払うので手一杯だった。母は、女性の心は脆いと言った。もしクレアが祖母と私を失ったら、彼女は壊れてしまうだろう、と。私は拳を握りしめ、長い沈黙の後、囁いた。母さん、彼女を手放せない。その言葉で私は壊れた。涙がこぼれ落ちた。彼女を手放せない。7。10年経った今でも思い出すとまだ胸が締め付けられる。母の好きだった柿を買い、最後にもう一度彼女の墓参りに行こうと思った。私は死にかけていた。もう戻ってこないと彼女に伝える必要があった。墓場へ向かう前にクレアのオフィスによってあるものを取り戻そうと決めた。母が生きていた頃、彼女はクレアをとても可愛がっていた。それは彼女がまだ健康で、クレアと私が深く愛し合っていた頃のことだ。ある年、母はお寺に参拝し、縁起物として2体の陶器の人形を持ち帰ってきた。男の子の人形の中に私の誕生日を挟んだ。女の子の人形の中にはクレアの誕生日を。それらは私たちを守り、健康に保ち、いつも一緒にいられるようにするはずだった。母は私にクレアの人形を渡すように言った。でもクレアは自分用のものは欲しがらなかった。彼女は私のものをもらいたいと言った。彼女は男の子の人形は私を思い起こさせるといった不器用で少し間抜けだけど愛くるしいと。彼女はそれを見ていると私を見ている気分になると言った。彼女は私を見るのが好きだった。今でもその人形はクレアの職場の机の上に置かれていた。私は自分が死んだ後、クレアがそれを何でもないようにゴミ箱に捨ててしまうのではないかと心配していた。それは母が私にくれたものだ。取り戻して彼女の墓のそばに置き、彼女と一緒にいられるようにする必要があった。クレアのオフィスに着くと、彼女はその朝の私の映像鼻血を流しながら、平然と死にかけていると口にした映像を見ていた。私に気づくと、彼女は何も言わずにスマホを脇に置いた。私は彼女の机を見て、人形があった場所が空っぽなのに気づいた。眉を潜めて、私は尋ねた。私の人形はどこだ？